かったんですよ。日本人の人が海外に伝えようとしないなと思って、で僕はなんかそれで和食を輸出できるようなことをしたいなって思ったんですよ。We were just saying that all of the flavors were flavors we've never had before. Very light, but very delicious. Difficult to choose the best because actually they were all. People would say. なんか作り手の見える料理がしたいなと思うような、シンプルなのもいろいろ試してシンプルに行き着く。僕らは美味しいものを作るのがもう圧倒的大前提で、美味しいをクリアしたらその向こう側を伝えれる。今日はどんな魚をお目当てで？今日はそうですね、週始めなんで魚がこうたくさんあれば、いつも通りあればこの日に割ともう寝かせれるものとかいろいろ買います。例えばアラとかクエって、クエですね。今週1週間をちょっとこうイメージする感じです。土地によって違いますし、皆さん優しいですよ。こう活気があるので、朝からエネルギーがあるので、なんかそれをなんかこう感じでこうスタートがパワーもらいますね。それはすごいなんか気をもらうのがすごいなんか好きなんですね。大事なんですね。もう長くなる。それは糸島ですか？なんでこっち用意したの？なんでですか？こっちのこれ釣りの活締めなんですよ。ああ、鮮度的な問題ですか？まあ鮮度量でもいいんですけど。はい。こうちょっと今蒸して使うんで油が乗ってる方がより良いです。まあできるんですよね。顔が綺麗だからとか、日本美人のようなスッとこうなんだろうな、肩幅が狭くて顔がちっちゃくて目がこう綺麗な女性顔のやつが多いんですよ。魚によりますけど大体いいです。見てるとずーっと見てると違います。よくなんかどこ産の何がいいよねとかいう方いらっしゃるんですけど、この時期のどこどこ大学出身の人がいいって言っても、その中の誰を選んだんですかぐらい個体差が結構大きいです。じゃあ毎週面接してるから大変。そう本当感じです。まあもうお魚屋さんも本当それをセレクトしてる感じですけど、その中でまた選ぶので。まあちょっと贅沢なことをしてるんですけど、言ったらカツオだけですね、切ったその麺を見ると全然判断が違うんです。で食べないとね、最後の最後まで食べないと分からない。魚屋さんでも分からんぐらい一番難しい。どっちもいいです。悩ましはい。いいものは悩む感じです。全部いって全部生き物です。はい。大きいのは出ます。最後30キロぐらいまでなるんですけどね。でもこの大きさも美味しいです。僕はもう料理人さんの好みですよね。クエはアラはどのサイズが好きって割と出ますけど、今僕が使ってる料理は10キロ前後ぐらいというか、結構私は好きです。ありがとうございます。今日数々
まず料理人になりたいっていう前に、なんか和食を広めたいっていうのがきっかけなんですよ。高校を卒業して、その時漠然と何か違うことにチャレンジしたい。英語も喋れなかったんですけど海外に行ってみたい。そして高校を出てワーキングホリデービザっていうのを取って最初オーストラリアに行って、でちょうどその頃にその友達とシェアハウスしたんですよ。で僕はその時にカツ丼を作ったんですよ。すごい覚えてるんですけど、でカツ丼って何、美味しい美味しいって言ってまた食べてみたいってこうどんどん人がいて、ただですね、だんだんそれを週に1回とか続けていくうちに天ぷらをやってほしいとか、こう懐石料理やってよとか、なんかいろいろオファーが来たんですよ。でそれをもうはったりでやったんですけど、やっぱりできないんですよ。食堂でやってた料理をこう少しはできるんですけど、ちゃんと和食ってできなくて、それがですね、なんかすごいこうなんか悔しかったんですよね。和食はどうしてこんなに知らないんだろうって思ってたんですよ。皆さん思ったより知らないんだなと、いろいろあるのに。でその元は伝えようとしてないのかなと思って、日本人の人が海外に伝えようとしてないのかなと思って、で僕はなんかそれでこう和食をこう広めれる、輸出できるようなことをしたいなって思ったんですよ。はい、11月11日月曜日、今週もミーティング始めます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日は、ちょっとまずいつも通りの仕込みやけど、魚もんがそれなりにあるので、で伊勢海老はいつも通りもう蒸らします。胴体のところは塩水洗いしてで寝かせます。で渡りガニはもう全部蒸します。こっちの香箱は、一回しまって手すぎの時にこれも剥きます。昨日僕田舎山口で取ってきたんですよ。山口まで。山口や田舎が大事な仕事というか、もう僕半分趣味で行きますけど、で結構お料理に飾るんです、このままやってる。前スイス人の子がうち研修生がいたんですよ。スイス人のこれやったら驚愕してました。エビが痛がってないかと言われて。よし、一人もこれ入って伊勢海老。はい。あ、そうか、別々で蒸した方がいいね。酒を入れます。はい。修行時代ホテル大倉さんで、はい、その学んだこととかって何かあったりしますか？きっかけが調理師学校行ってそのホテルで就職したんですけど、でホテル大倉に入った時からオランダのアムステルダムにもオクラがあって、やっぱりずっと若い時にそのオランダのアムステルダムでお仕事させていただいたんですけど、やっぱり日本でそんなに修行してなかったので、技術的にこう足りないっていうか、こう行き詰まったんですよ、自分の中で。日本に帰ってもう一回修行しないとちゃんと伝えれないなと思って、後からは福岡で修行して、もう福岡でお店を持って今度ここから発信したいなって思うようになった感じですかね。自分の料理を表現したいっていう目標があってしたので、5年間続いたので、さあ次はって思ってた時にイタリアのミラノ万博っていうのがあったんですよ。でそのミラノの万博のテーマが食だったんですね。でその食の万博に、スローフード協会っていうところの仕事があってですね、ありまして、その農家さんと一緒にチームを組んで日本の食をこうプレゼンしましょうっていう。でいろんな農家さん回ってこだわりのある人を紹介していただいてるうちに、なんか作り手の見える料理がしたいなと思うようになったんですね、より。で確かイタリアから始まった考え方なんですけど、すごいそういう生産者の人のそういう思いを伝える、すごいとても魅力的で、僕らは料理人なので
そのものを伝えると食材を伝える時に料理が美味しくないと、発言権がないって思ってるんですよ。それは美味しくないとそもそもお客さんがこれどこ産ですかとかそういうどこのですかっていう興味も湧かないと思いますし、僕らは美味しいものを作るのがもう圧倒的に大前提で、美味しいをクリアしたらその向こう側を伝えれる。この美味しくっていうのを追求するために心がけていることとかってあったりしますか？食材の美味しさをそのまま伝えたいときは、できるだけ手をかけないようにシンプルに、もともとそういう和食ってそういう食材の良さをストレートに伝えるとこがあるので、それは基本なんですけど、でも、ただじゃあ切って出しただけではなくて、切ってちょっと塩もみとかちょっといろいろお酒で洗うとかいろいろしてみてお出しするのか、でもそのまま出すのか切るだけにするのか、シンプルなのもいろいろ試してシンプルに行き着くっていうか、一番気をつけてるのは去年の11月の自分の料理は美味しくなりたいです。ちょっとでもいいですから、もしかしたら1年前と一緒だねっていう見た目の料理もあるんですけど、でも全く同じことはほとんどしてないです。それも、去年のと今年の新しいことやって、去年が勝ってやっぱり去年のやつすることあります。一応そこにはなんか同じではないんですよ。何かちょっと違うんですよ。なんかちょっと時間の置き方とか塩の具合とか、今日のサワラすごい脂乗ったのでいつも2分か3分でやるんですけど、ちょっと4分にしてみるとか。そうですね。まだ塩気とかそういうのは本当に食材見てもう毎日変わります。全く同じでほとんどないです。そういうのはやっぱり自分自身のその経験というかその目利き的なところから来るんですか？感覚でやる、いや天才肌の料理人さんっていらっしゃるので、感覚で一発目でやる方もいらっしゃいます。すごい少ないですけどいらっしゃいます。僕はそういう天才肌じゃないので、してみてやってみて、こっちの方がいいなやっぱりっていう、本当その繰り返しです。でそれを自分でまたちゃんと食べて試食してで気づくっていう感じです。オッケー、おいしい。ありがとうございます。後ろ行きます。はい。ちょっとどうしられたそうか。ちょっと今は味が濃かったです。さっきのちょっとこれぐらい。さっき濃かったの。兄貴も入ってます。これ見てないね。殻が入ってるこれ。すみません。でも辛みしてやり直そう。はい。骨チェックしてないよね。殻チェックしてないよね。兄貴のなんですけど、僕がガントリの時にしたんですけど。これ？チェック。殻入ってるよ。すみません。もう一回チェックして持ってきて。はい。美味しいです。はい、お願いします。お願いします。カナディアンの方も含めて、皆さんにできるだけご飯よそうときはチャにしてもらいましょうか。はい、じゃあ今日結婚記念日と、お誕生日とめでたい席がございます。みんなでこう盛り上げて楽しい営業にしましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあおめでとうございます。お久しぶりのいつの間にか
こんなだったのに。ゆうたくんの誕生日だよ。ありませんでした。もつくまフィッシュオーケー。このハモはまさか。これはアナゴです。すごい。パッと並べてください。はい、じゃあ1品目ご用意いたします。1品目はですね、甘鯛と、今日は銀杏のおこわです。いつもですね、1品目甘鯛と銀杏と一緒に召し上がってください。大変申し訳ない。よかったです。なんかこれもう目がサワラです。糸島のサワラを軽く、低温で蒸して、で、秋の薬味ですね、サラダ風味になってますので、こう混ぜながら、下のタレと混ぜながら一緒に召し上がってください。さっぱりしてます。This is my once. This is very dry no 今日面白いね。温まりますので、中身はですね、舞茸と自然薯のすり流し。This dish is for the tea ceremony. But tonight I use for the soup. The soup is inside is a maitake mushroom and the yam potato. ゆきさんちょっと待って。これも開けてよかな。ホワイトの。これグリーンに行くまでに何分かかるのかっていう全然一応こそはね、ゴルフの仕事的なことをずっとやってた。まあまあいいですか、先ほどなんか平日の夕方とかタチウオの磯辺揚げ、天ぷらなんですけど、そのまま手巻き寿司みたいな。どこを使ったの？いけるかな。これ角なの？これ。うまっ。これ。Usually for the making rye, then we use 見てるもう一人男の子いたんですけど、月2万円で違うよ、もっと安いかも。暑いので、松茸のドリンクをご用意しております。暑いのでお気をつけください。This special dish. 最初、スープを one time you enjoy the how do I say one glass? One cup. One cup. Usually we enjoy the 1 cup or 2 cup. Then we enjoy the inside also. You can eat both. Eat, drink. We don't eat, we send. アナゴ usually we cook, grill or tempura. It's normal. Today is 刺身です。We do 刺身。It's basically raw beef. This is meat. Already dead. Yes. しかも純正の
いろいろあるじゃないですか。今回4000万黒いしピンツァの黒でしょ。あすぐそっちでやって。はい。あれめちゃくちゃいいって聞くんですよ。半月種取っといて。If you were to hit it, it's almost like steel. I know what you mean. Because I just think it's such a cool thing. I mean, even the touch is cool. It's like it's so hard and like I say, it sounds simple. Do you? Salt is what you recommend.いいと思う。なんかね、電源とかにそれかも上から見えないところに焼いて。今のやつ。カツオは割と南の魚なんで。グリーンにどんだけスピンがあってやっぱりこれ I just read my garden like this are so special. はい。タイとカツオ。スモーク。Smoke, the straw smoked. Yeah. Nama 胡椒なんかカツオに合うので。これだけでいいですか？わさびとかじゃなくてこれだけ。これとカツオです。これ何つも言っていいですか？This is a black pepper. うん。おいしい。うまい。めちゃくちゃ美味しい。スモーク。Yes, there's definitely Chiang Mai, but we're also going to go. That's why we went. You were on the road bikes, right? マジかってなっちゃうね。なんだろう、制服みたいな。I don't want to scare like hate. It's fun. ちょっとバースデーを兼ねた前菜です。アニちゃんどうぞ。よいしょ。これを一番広いこれが一番いい。はい。なるほど。そのために買った葉っぱの器です。これを説明するためだけに買った器ですね。鴨肉と鴨と下仁田ネギとごぼうですね。炭で焼いて味噌につけながら召し上がってください。そのお味噌も、はい、お味噌もうちで作ってるんでございます。いきますよ。しかりめします。なんか心意気がいいですよね。チェスナー。ちょっと中村はいはいそういいよ。あ、いけますか。うまい。ずっと思ってたんですけど、めちゃくちゃイケメンです。This is autumn spinach. Yeah, this is kaki leaves. That's right. And then inside Just is? cover. Inside is kaki and kikuna, shungiku. Sauce is tofu. Tofu sauce. 津波って水がなるから。 Makes it almost impossible to miss Taiwan. Like it's just walking. But then last minute we just switched. なんかちょっと休憩名脇役になる感じ。甘い。あ、そうそう。スイートボーイ。No! I'm spicy. Spicy boy. I'm sour. ちょっと苦いね。この後ですね、ちょっと松茸を煮えばなっているリゾット、和食のリゾットをいきます。松茸はですね、すごい椎茸とかと違ってすごい、デリケートな香りがするので、もうさっとした瞬間の料理でございます。だしという言葉が今向こうで、It's the basics. People would say, you would say, or many would say. ネギもすみません。こっちからいくか。はい。あれを。
前やったら90秒ぐらいさっと90秒ぐらいだけ蒸しますので、はい、ごめんなさい、よいしょ、はい、ちょっとだけ蓋しようかな。炊き込まないで、このお米の余熱だけでいきます。美味しいです。とにかくかっこいい。はい。うわかっこいい。途中なんです。途中です。銀シャリは最後も。ありがとうございます。ありがとうございます。それでもどちらでも。リゾットになってる。香りが。香りが。すごい。ね。2ラメ縁側。皆さんですね、普段全然交わらない人ですけど、すごい名前さじ。今にビールをお願いします。お酒来てますか？お酒。I use 15 years. Getting small, almost a half size. Yes. Still I can use. Yes. And this one is very old. This is already. No, I cannot. We cannot. Ah. Just for my memory. Ah, very special. Actually, this is for the when I was 18 years old. Right. Very cool. Actually, after this is already dead. How to say? We cannot Yeah, use fair. it. We go to shrine. Then, how to say? Finish. Thank you. Ah, so thank you for it. We don't throw away. Right. That's very special. Amazing. 今から伊勢海老を焼きしゃぶっていうのをします。すごい。これ大丸までいってんじゃないですか。大丸まで香りいってんじゃないですか。いやーすげえ。プリプリ。プリプリ。プリプリ。日本だけ。そういう音は。そういう音は。それやばいっすね。いやだってもう今だってドンキでドンキまで行って10分待ってる。すごい。あとこの伊勢海老の今これ焼きしゃぶなんですね。味噌いって。17ホール目ぐらいですね、ゴルフでいう。とりあえず少しだけのお伝えして。はい。つまんでくださいね。はい。殻は基本的にははいどうぞ。殻は飾りではないんですけど、ちょっとこの香りをつけたかったんですよ。はい。エビの味噌です。ちょっとかぶりつきます。ちょっと強めなんです。香りが強いんで、少し強めの酒にしましょう。ありがとうございます。個体が小さいともうすぐ旨味が出ます。個体が大きいほど、魚のアラとかと一緒ですね。はい、伊勢海老のお刺身です。どうぞ。はい、どうぞ。ウニと一緒にちょっとシャリの酸味があった方が収まるんですよ。確かに絶対締めてあった方がいい。シャリがとします。あ、うまい。結構重たいよね。すごいね。これがね、さす日本。じゃあ最後銀シャリで締めますので。はい。じゃん。お米で。あ、なんか言いたいこと。
Today, yes, is Japanese dinner. Autumn is harvest season and high tension. Yeah, you are. Japanese is 紅葉を見て気持ちも高揚します。最高。柳川。落語で勉強してる。みんなオチがあります。OK。はい、行きましょう。どうぞ。最後銀シャリをいきますので、で、だし巻きの下にお漬物ありますので、蓋を開けて。Second, you can enjoy any pickles, tapas on the rice. Sweet smile. Sweet smile. どんだけシャイなのHappy birthday to you. はるなちゃんおめでとう Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sa-chan. はるなちゃん Happy birthday to you. ああ、いい顔してる。記念日はいつも買うところで。そうです。やっぱもう最高じゃないですか。美味しいものそうだけど、この雰囲気。やっぱもうね大好きです。とですね、ほうじ茶のシャーベットでございます。ほうじ茶？はい。ちょっと組み合わせがすごい相性が良くて面白いかなと思います。 The food was so good. We were just saying that all of the flavors were flavors we've never had before. Very light, but very delicious. What is the most favorite? I think the Benito. Tonight, the Benito. And also the miso and with the duck was so good, fantastic. Yeah. Difficult to choose the best because actually they were all Everything was so special. You know, every each bite. thing Every bite. complemented each other, right? Yes. So every very bite. complimentary. Yeah, it's very good. Yeah. こう海外の人に広めたいっていう風なのがきっかけだったので、海外のゲストが来てくださればやっぱ嬉しいですし、時々海外のそういうシェフの友達とか来て日本食に興味があるシェフの方とか多いので、一緒に仕事をして一緒に仕入れして一緒に仕込みして、あそこで外国の人が料理を和食を提供するのもすごく面白いと思ってます。伝えてくれる人を増やす。そうです。はい。僕が伝えるのはもう限りがあるので、一緒に伝えてもらう海外のシェフを増やす。日本料理は日本人じゃないとできないでしょっていうのがあると思うんですよ。育った文化がだしとお刺身とか生の魚をこんなに食べて育ってる国ってそんなないので、やっぱり和食とかお寿司とかすごい日本人の人ってこう伝えることに経験値が長けてると思うんですよ。外国の方が別にパフォーマンス大きなことしなくても、で言葉はそんな喋れなくても一生懸命それしてるとだんだん伝わるんですよね。これがそうなんです。お店側の方に日本人じゃない人がちゃんと日本食を伝えてるのを姿を見れば外国の人がわからないでしょっていう感じにはならないと思うんですよ。で時間をかけて伝わると思うんです。なんかこうちょっとずつ広めれることになるというか。